三角形底辺の中心点を軸に巻いていきましょう。中心点を軸に巻くと先端がずれにくくなり安定します。指3本を束にして先端を持つと紙を回しやすくなります。先端は隙間なく。コルネの紙は A4 サイズをイラストのように4分割にすると使いやすいサイズができます。それぞれの材質を記載しておきましたのでご参考にしてください。図のように三角形の底辺の中心点を軸に巻きます。三角形の底辺の中心点がコルネの先端部分になります。三角形の底辺の中心点を基準に巻くと使用中にずれたりしなくなります。先端のカットはまっすぐにカットするとクリームがまっすぐに出ます。斜めにカットしてしまった場合、クリームが出るときに巻き込んでしまいます。両サイドからカットして山形にするとリーフの絞りができます。クリームを入れるときは細いパレットナイフをコルネに入れます。そしてセロファンを折り込み、親指で押さえてパレットを抜きます。あとは折り込んでねじれば大丈夫です。絞るときは親指で押し出すような感じで絞ります。パイピングの先をやや斜めにしてこする感じで描きます。線が重なる部分は微妙に浮かします。装飾は適当に絞るとそれっぽく見えます。ペンで文字を書く感覚で書いてみてください。今回の動画ではこちらのキットを使用いたしました。このレッスンクリームは好みの硬さに応じて水を入れて調整すると絞りのトレーニングに最適です。また熱変性や効果がないので繰り返しレッスンができます。
詳細は概要欄に記載していますので、ぜひご覧くださいませ。ご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。